皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日の点検銘柄は社会人向け研修で圧倒的なシェアを持つ株式会社インソース、証券コード6200です。この銘柄 AI 時代が来たら人間が教える研修の仕事はなくなるんじゃないかなんて不安視されることもありますが、実は生成 AI を逆手にとって自ら AI アプリを作り出し成長している面白い企業なんです。今日はその現場の強さと稼ぐ力、そしてなぜ今はすぐ買わずに待つべきなのかまでしっかり点検していきます。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。項目、数値、判定の順に確認します。1、配当利回り 3.0% 以上の基準に対して 4.19% で合格。2、ROE10.0 以上の基準に対して 36.84% で合格。3、自己資本比率 50.0% 以上の基準に対して 77.3% で合格。4、配当成功 50.0% 以下の基準に対して 50.8% でほぼ合格。5、補足として無借金現金たっぷり、配当利回りは 4.19% で文句なしの合格。会社の稼ぐ効率を示す ROE は驚異の約 36.8% で特級クラスの合格です。会社の倒産しにくさを示す自己資本比率も 77.3% で鉄壁の合格。稼いだ利益のうちどれだけ配当に回しているかを示す配当成功は 50.8% と目安の 50% をわずかに超えていますが、会社が掲げる目標値通りなので問題ありません。作業員目線で見ても高い利回りと抜群の稼ぐ力を両立しているかなり優秀な現場ですね。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。この会社がどうやって稼いでいるのか、事業の柱を見ていきましょう。直近の2026年9月期第1四半期の売上高構成比は以下のようになっています。講師派遣型研修事業 54.1%、公開講座事業 23.7%、 IT サービス事業リーフなど 11.4%、 その他事業動画 e ラーニングなど 10.8%。 稼ぎの柱は会社に講師を直接派遣する講師派遣型研修と1名から参加できる公開講座です。なぜここがこんなに稼げるのか、それは現場の分業制と IT 化が徹底されているからです。普通の研修会社は講師が自分でテキストも作りますが、インソースはテキストを作る職人と現場で教える講師を完全に分けています。だからこそ月に30本もの新作研修をものすごいスピードで生み出せるんです。まさに洗練された工場の製造ラインのような強さを持っています。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。グラフの推移を見ていると、コロナ禍という人が集まる研修ビジネスにとっては現場がストップしかねない大嵐が吹いた時期もありました。しかしこの現場はすぐさまオンライン研修や動画教材に舵を切り、ピンチをチャンスに変えて見事に乗り越えたんです。その後も立ち止まることなく5期連続で過去最高の売上と利益を更新し続けています。社会の変化に対応するスピードの速さがこの右肩上がりの綺麗なトレンドを生み出しているんですね。過去の苦境を糧にして強くなった現場の底力が光る頼もしい足跡です。続いて財務の深掘り点検です。会社の健康状態を測る財務の深掘り点検です。ポイントは現金、借金、自己資本比率の3つです。まず手元の現金ですが、2025年9月末時点で約 81.9 億円とたっくり持っています。一方で銀行からの借金にあたる有利子負債は見当たらず、実質的な無借金経営と言っていい状態です。そして会社の全財産のうち自分たちの本当の貯金がどれくらいあるかを示す自己資本比率は 77.3%。 この数字ならちょっとやそっとの不景気の波が来ても現場の資金繰りがショートするような心配はありません。非常に筋肉質で健康的な体つきをしていますね。続いて還元姿勢の点検、配当成功と DOE です。会社が株主にどれだけ利益を還元してくれているかの点検です。まずはこちらの配当金の推移のグラフをご覧ください。どうですか、この見事な右肩上がりの階段。過去5年間の推移を見ても2022年には 10.75 円だった配当が毎年のようにどんどん積み上がり、
2026年9月期の予想では 29.50 円とわずか5年で約3倍近くにまで成長しています。業績の拡大に合わせてしっかりと株主のポケットも温めてくれる、非常に株主思いの素晴らしい現場ですね。配当方針として配当成功 50%、 株主資本配当率 DOE18% という目標を掲げており、2026年9月期の1株当たり配当予想は 29.50 円です。ここで DOE と配当成功どっちが優先なのと疑問に思う方もいるかもしれません。実はこれ両立しているんです。 DOE は ROE× 配当成功で計算できます。インソースの ROE は約 36.8% と極めて高いので、これに配当成功 50% をかけると自動的に DOE は約 18.4% になります。つまり配当成功 50% という利益還元を続ければ、自然と会社が持つ貯金箱の大きさに対する還元率である DOE18% もクリアできるという非常に理にかなった方針になっています。続いて直近決算と将来目標です。最新の決算とこれからの目標も確認しておきましょう。直近の2026年9月期第1四半期決算を見ると、売上高は約 37.6 億円、前年同期比プラス 7.2% と過去最高ですが、営業利益は約 14.0 億円、前年同期比マイナス 4.0% と減益になっています。これは自治体案件の増加や将来に向けた採用強化による人件費増などの先行投資が影響しています。裏読みポイントとして、この会社は研修という無形サービスを売っているため在庫リスクがほとんどありません。2025年9月末の仕掛かり品や商品は合わせて約4000万円程度です。新しい中期経営計画では2028年9月期に売上高234億円、営業利益 96.2 億円という高い目標を掲げており、現在の先行投資は将来大きな現場を動かすための前向きな準備と言えます。最後にチャート需給点検、なぜ今は買いじゃないのかです。足元4月3日時点の株価は704円です。今年の動きを見ると1月に887円の高値をつけましたが、そこから調整が入り3月末には677円の安値をつけています。ここで重要なのが需給、つまり借金の行列です。直近の信用倍率を見ると約56倍と、改ざん、将来売らなければならない株が約124万株も積み上がっています。株価が上がろうとしても、この借金をして買っている人たちの利益確定ややれやれ売りが降ってきやすいため、上値が重い状態です。だからこそのんびり的には今すぐ飛びつくのは買いじゃないと判断しています。それでは結論、のんびりの判定と650円で待つ理由です。インソースは教育というアナログな現場に IT を持ち込み、圧倒的な利益率を叩き出している超優良企業です。財務も鉄壁で高配当、中長期の成長シナリオも文句なしの合格銘柄です。しかし先ほどお伝えした通り、需給が少し悪いためじっくり下で待つ戦略が有効です。理想の指値としてはズバリ650円付近を狙いたいです。なぜ650円なのか、それは予想配当 29.50 円に対して配当利回りが 4.5% という非常に魅力的な王道に乗ってくる水準だからです。足元の年初来安値677円を割り込んだパニック売りの場面があれば、利回り 4.5% の果実を拾いに行きたいですね。長期で保有しながら会社の成長と配当をじっくり味わう戦略がおすすめです。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったという方は、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。